どうも、島田秀平です。こうやってね怖い話とかね、僕好きなんでねこうやって話させていただいてますけどもね、こういう話をしてると霊が集まってくるとか言いますよね。ただですね、皆さんには今日ぜひね、覚えておいてほしいという話をさせていただきたいと思います。それはですね、何かあった時霊から身を守る方法なんです。この夏ね、その肝試しとかね、その階段を聞くとかでちょっとこうね怖い思いをする方多いかもしれません。その時にね、ぜひ覚えておくと本当にこう霊から守れるなんて言われてますんでね、これやっていただきたいと思うんですよね。本当これ使えますからね、本当簡単なものですからね、覚えておいていただきたいと思います。まず一つがですね、やっぱりねお塩なんです。このお塩を舐めるんですよ。お塩ってよくね、清めの塩とか言って、お葬式終わった後はこうね、塩をこうねかけたりとか、あとはね、なんかその結界の場所にこうね盛り塩をするとか、やっぱりそう何か悪いものから守ってくれるというね、そういう効果があるんですけども、その塩をね直接体内に入れちゃうんですよ。入れることで体内に入ってしまった悪いものを外に追い出すことができると言われてるんです。その時皆さんね、塩を舐めた時、味に注目していただきたいんです。普通塩ってどんな味します？もちろんしょっぱいですよね。しょっぱいもんなんですよ。普通しょっぱいんです。これでいいんですよ。ただ時々ね、本当にやばい時っていうのは変な味がするらしいんですね。苦いとかしょっぱさを感じないとか、こういう時というのは、かなり危険な状態と言われていますので、ぜひね、何かあった時塩を舐めて味の方をチェックしていただきたいと思います。でもう一つはですね、すごく簡単です。霊というのはですね、ファッとこう体に入ってくるとき、これじゃあどこに入ってるかと言いますと、このね、みぞおちのあたり、これ丹田と言いますけども、ここに入ってくると言われてるんですね。ここに隙間があるとスーッと入られちゃう。だからね、怖いと思う時ほど、この丹田にグッと力を入れる。隙間を作らない。こうすることで霊が入ってくる余地を与えない。言われてますんでね、怖い時ほどグッ、ここのね、丹田、ここに力を入れていただきたいと思います。ね、簡単ですよね。お塩。そして舐める、味を確認する、丹田に力を入れる。でもね、もっと簡単に霊から身を守る方法ってあるんですよ。何かっていうとね、多分皆さん普段から結構やってますけどもね、これなんです。これ、手のひらとひらを合わせてパチンと音を出す。これ拍手とかね、柏手と言われてますけども、これね、非常に神聖な行為、霊から身を守れる行為と言われてるんですね。神社なんかに行くと、二礼二拍手、一礼もしますし、会の終わりには一本締めやりますけどもね、これこういう効果があると言われてるんですね。陰陽道でも表と裏、表というのは生、裏というのは死、この表と表、生と生を合わせてパチンと音を出す、これがね、良くないものを払えると考えられているんですよね。ぜひ皆さんね、これから気持ち悪いななんて思った時、もうどんどんこうね、こうやっていただきたいと思います。ただこの時にね、普通パチン、いい音しますよね。音がなんか濁ったりとかビーンとか変な音がするってこともあると思うんですよね。この時っていうのはね、空気がよどんでる、ちょっと良くないものが集まってきてると言われてますんで、この音もしっかりと聞いていただきたいと思いますね。この柏で拍手、簡単ですよね。この夏どんどん使っていただきたいんです。どんどんやってください、この柏で拍手。ただですね、何があっても絶対にやってはいけない拍手というものもあるんですね。その拍手というのは、この手のひらとひら、これを裏返して拍手をする。これは裏拍手と言われているんですが、絶対にやってはいけない拍手と言われているんです。この拍手ね、死者の拍手、死んだ人がする拍手とか、あとは生きている人間が生きている人間に向かってやってしまうと相手を呪い殺す、非常に怖い儀式にもなっていると言われているんです。皆さん何があってもこの裏拍手だけは絶対にしないでください。これね、僕のお笑いのね、ある後輩がですね、夏彼女を連れてねドライブデートに行こうって話になったらしいんですよ。
こういう時期です。夏ですよね。だから普通にねドライブ行ってもつまんないってことで、彼がね企画立てたんですよ。どういうことかっていうと、心霊スポットを3カ所回ろう、有名な心霊スポットを3カ所回ってドライブするっていうね、そんなドライブをね計画したんですね。彼はねこう面白がってテンション上がってましたけど、彼女の方って結構霊感強いっていうか、こう感じやすい子だったんで、もうすごい嫌がってたんですよ。やめようよ、もう怖いよ。確かにそうですよね。ねえ、苦手な人からしたらもうやめてほしいってことですもんね。でもね、もう彼はもうすごいテンション上がって、行こうよ行こうよ、もうねその勢いに負けちゃって、嫌がる彼女ね、無理やり連れてかれちゃったんですよね。場所というのが有名な心霊のねトンネル、2つ目がね廃病院、そして3つ目が墓地っていう、本当に知ってる人は知ってると思うんですけどもね、この関東にある有名な3カ所回ったんですって。1カ所目ね、トンネルに入ったんですよ。ここすごい怖いらしいよ、なんか心霊のねなんかこうたくさん出るとかね、そういう証言とかめちゃめちゃあるらしいよ、もし行ってみよう行ってみよう。中入ったんです。もう、こう薄暗い真っ暗こうね暗いトンネルで、ね、声なんかも反響して響く。わあわあわあもうやめてよで、こうトンネルのねこの壁も何ていうんですかね、もうすごい湿気でもうカビ臭いし、で至る所にこう水滴がねポツンポツン気持ち悪いんですね。でなんかそのカビでできたんでしょうかね、なんかそういうのもなんかこう顔に見えるみたいな、なんか気持ち悪い場所だったんですね。彼女怖がっちゃって、もうやめようやめよう、怖いよ怖いよ。もう彼面白がっちゃって、何言ってんの、ここなんてねまだまだだよ、次の廃病院これめちゃくちゃやばいから次行こうよ。廃病院にね連れてっちゃったんです。で彼女さっきよりもこうブル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 震えて、もう油汗がじとー出てきて、怖いよもう帰ろうよ帰ろうよ帰ろうよ、怖い怖い怖い。彼面白がっちゃって、何言ってんの、次の墓地お墓めちゃめちゃやばいよ、そこ行こうよ。ただね横にいたねずーっと怖がっていた彼女、様子がおかしいんですって。今まではね怖いよとか帰ろうよ言ってましたよね。その彼女横でそうなんだ、どんなとこ、なんか前のめりになってきてる。今まで怖がってたのになんかこうなんか楽しみ出してるみたいな。なんだ急に。彼も思ったんですけど、でもこういろいろ回っていくうちにねだいぶこう慣れてきて、なんか楽しい気持ちになってくれたのかな、よかったと思って、彼も喜んじゃって、分かった、3カ所目お墓めちゃくちゃやばいからさそこ行こうよ言った瞬間、横にいた彼女顔の表情声ガラッ変わって、嘘楽しみ横でね裏拍手してたそうです。感受性が強い彼女ね、いろいろ回っていくうちに、死者に体を乗っ取られてしまっていたのかもしれませんよね。でこれねここからはあくまでも都市伝説の話なんですけどもね、この裏拍手いろんなね話があるんですよね。例えば、ある有名なアーティストの方がですね、本当にこう有名な大人気のねバラードをこう歌った時、これコンサート会場でね、その DVD に映っていたと言われているんですが、その彼女がバラードを歌った時にですね、それにこう聞き入る客席がファーッとこう映るんですよ。でその時に皆さんこううっとり聞いてるとかね、涙ぐんでるなんて方もいる中、一人ですね、中年男性がずっと裏拍手をしていたという、これが映像に残ってしまっているとか、あとはねある歌番組でアイドルグループがこうね出てきてなんか歌なんか歌ってるっていう、その時にね客席にはファンの方がたくさんいて、みんなこうコールしてるんですよね。うわーとかね拍手したりとかねこうね、拳を突き上げたりとかって盛り上げてる中、一人の男性がずっとある一人の女性アイドルに向かってずっと裏拍手をしているのがテレビに映ってしまったとかね。これその裏拍手をしていた人というのは
この世の人ではないのか。でももっと怖いのは実在する人物で相手のことを呪い殺そうとしていたのか。こう考えるとね、生きていた人の方が怖い気もしますけども、いろいろそういう話もありますけどもね、ぜひ皆さんそのいろんな怖い経験した時、このね拍手、これ本当にいい行為ですからね、どんどんやっていただきたいんですけども、何があってもこの手を裏返しにして裏拍手だけするのは絶対にやめていただきたいと思います。